Hi guys, JFK こと、ジオフランシス・カモタです。はい、今日はズームで、リカさんと、ジョージア州である選挙についての解説をしたいと思います。リカさん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リカさん、ジョージア州で1月5日に選挙があるんですね。お、で、これはなるほど。何であると思いますか？あの、なんでだろう。もう選挙って終わってますよね。大統領選挙とか、いろいろそうです。と。大統領選挙と同時に、ジョージア州でも上院議員を決める選挙があったんですけど、なるほど。まあ、そのもう一回やることになったんですね。で、なんでかってえー、いうと、ジョージア州では、そのもし、過半数50%以上の票を取る、候補がいない場合は、再投票、決選投票するっていうことが法律で決まってるんですね。えー、で、11月3日行われたジョージア州の上院選では、まあ、一人もその50%のハードルを超える候補がいなかったから、うん。もう一回しましょうってことで、ジョージア州で選挙が1月の5日にあるということになります。来週だね。そうですね。来週なんですね。はい。で、この選挙は大統領選より大事です。なんでなんで、なんでだと思いますか？え、うーんと、政治、わかった。前回のポッドキャストもあったように、大統領はい。よりも、日本でいう国会みたいなはい。ところの議会の方が力が強いから、どの、そうです。はい。合ってますか？よかまあ、なんった。で強いかっていうと、たとえ大統領がこれをしたいって言ってたとしても、議会をまず通さなきゃ自分のやりたいことはできないわけですね。で、もうん、うん、うん。し、まあ、下院、上院どっちかにバイデン大統領が所属しない共和党が多数を誇っていたら、その時点でもう何もできないんですね。まあ、共和党としては、うん。まあ、その民主党と考えが違うわけで、考えうん。が違うってことは、民主党がやりたいことは共和党がやりたいことじゃないし、その逆もしかりなんで、うん。そうです。なので、まあ、民主党が上院と下院を両方多数持っていない限りはバイデンはしたいことはできません。で、今、下えー、院は、民主党が過半数を取っています。だけど、今、上院がどっちに転ぶかわからない状態で、この1月5日の選挙で全てが決まるという形です。で、今、なるほど。上院は、決まっている、議席のことを言うと、今50議席を共和党が持っていて、48議席を民主党が持っています。でこお、の選挙で、決まる議席は2つで、もし民主党が2議席を獲得したら、50対50で同数になるんですけど、同数になった場合は副大統領が最後決める権限を持ちます。えー、で、バイデン政権になったら副大統領カマラ・ハリスなんで、うん。50-50になった場合は最後、ハリスが一票投じる。だから実質的には50-50になった場合は民主党が51の議席を持っているっていう風になるので、まあ民主党としては2議席を何としても取りたい。だけど、もし1議席でも負けてしまったら、うん。まあ、共和党が、え51、48または52、48ということになるので、共和党は事実上、まあ、民主党が下院から上げてきた法律をすべてブロックできるという形になります。なるほど。はい。めちゃくちゃ大事だね。そしたら、そのカマラ・ハリめちゃくちゃスさんと大事です。バイデンにとって。はい。ほうほう。で、うん、まあ、そのより深くいくと、うん、まあ、もし民主党が2議席を獲得したら、まあ、バイデンがやりたいことを、まあ、いろいろできるようになります。うん、うで、ん、それによって何が起こるかっていうと、アメリカはよりリベラル。で、僕が言うリベラルっていうのは、まあ、まあ、より大きな政府、うん、福祉をより充実させる。で、まあ、価値観にもそれは現れると思ってて、まあ、同性愛者の権利を擁護したり、移うん。民にもっと寛容な国っていうことから、その政治のシステムのみならず価値観も変える法律をどんどん作っていくとな思います。るほど。はい。なんか私にとってはすごく素敵なうんことだなっていう、なんか印象を受けますね、それは。はい。まあ、だけど、共和党としては、
それはさせたくない。ああ、そっか。彼らとしては、伝統を重んじるっていうことが、もう大事にしてるんで、そう、オバマ政権、もし共和党が上院に立つとったら、オバマ政権の時にやったように、と同じように、もう絶対に何も通さないっていう形で、抵抗を示すっていう可能性は、否定できません。なるほど。だけど、その一方で、ちょっとポジティブな側面もあって、で、今、上院の共和党のトップがマコネルさんって人なんですね。で、このマコネルさんはもうオバマに対してすごい批判的な姿勢をとってて、で、彼が事実上、オバマの、手足を縛る形で何もできないようにしたんですけど、バイデンとマコネルは実は関係がいいんですね。仲がいいんです。で、そのオバマを、そのマコネルさん、バイデンさんもその上院議員だったんです。マコネルさん今でも上院議員なんですけど、バイデンは副大統領になるまでは30年間上院にいて、で、ある程度、その、マクネルさんで親交があった。で、上院でどういうふうに交渉がされるかを分かっている。っていうことで、オバマ政権の時は、オバマとして、オバマは、マコネルさんはその陰で、プロフェッサー、教授っていうふうに、そういうあだ名をつけてて。で、なんでかっていうと、オバマのその交渉のスタイルは自分相手を説得して自分にやりたいことを進める。で、それがあんまりなんかよく思わなかった、マコネルは。だけど、バイデンは、共和党の人たちは、共和党の人たちが絶対超えられないラインがある。で、民主党の人も超えられないラインがある。だけど、その間に何かあったから、で、そういう前提があるんですね。だからすごい、交渉の仕方がオバマとバイデンは違くて、で、マコネルとしてはバイデンの方を、そういった交渉スタイル好き。なるほど。だから、なんか関係はい。がいいんだね。で、そう僕は思うんじゃなくて、実際に、お互いがそう信頼し合ってるというか、そういう出来事もあって、で、例えば、そのバイデン副大統領だった時に、息子さんが癌で亡くなったんですね。で、その時に、共和党で唯一、その息子さん葬式に行ったのが、マコネルさん。で、バイデン、で、その直後に、その癌の患者を支援する法律を作るっていう時になった時にも、マコネルさんが主導して、そのできる法律の名前を、癌で亡くなったバイデンの息子さんの名前を入れたんですよ、その法律の中に。っていうような形で、その、いい関係に、二人が今後なっていくだろうなって思うようなエピソードは、何個かあるので、そういった、良好な関係が継続されるのであれば、もしかすると、たとえ共和党が上院で多数を誇っても、ある程度の、法律は通す数できて、ある程度バイデンの顔が立てられるっていう状況になるのではないか。そういったシナリオもあるんじゃないか。だけど、もし、仮に共和党とバイデンが協力できても、これに怒る勢力がいるんですね。誰？いわゆるその左派と呼ばれる、民主党では中道派って言われる、結構なんか穏健的な、共和党と、人と考え方は違うけど、妥協できるところはできる。左派の人は、いや、妥協はしないんだ。もう戦うんだ。そう。で、左派っていう人たちの中では、そのバーニー・サンダースがよろしいとかっていう、すごいリベラルな考え方を持つ人がいて、で、彼らとしては、いや、何共和党と協力してんだよって。で、あいつの意見を聞くぐらいだったら、味方である私たちの意見を聞いてくださいよっていうふうになると思うんですね。だから、仮に、バイデンとマコネルが協力できても、左派からの圧力が強まる可能性があって、で、それのせいで、民主党ごと型になるかもしれないっていう、そういうネガティブなシナリオも考えられますね。っていうのが僕の、分析です。なんで、いいですか、質問。なんで、その左派と、マコネルさんのような共和党の政治家は、なんで分かり合えないだろうとか、もし何かチャンスがあるとしたら、どうやって、歩み寄れると JFK は思う？
歩み寄れないと思うんです。えもうそもそも、もう考えたこと前提が違う。うん。なるほど。そう。で、そうですね。その恩恵的なバーニーみたいな人は、妥協しなきゃ何もできないの分かってるから、その長いことセンスがいたから。妥協しなきゃいけないの分かってるけど、バーニーは結構なんか正解長くいたけど、彼はもうずっとアウトサイダーでやってきて、で妥協のダの字もその関係ねえっていう形でもうひたすら自分の主張を押し通してきた。逆に AOC の場合も新しい政治家だかああ、ら、もう自分の、政治的交渉がどういうものかをまだ分かっていない。仮に分かってたとしてもそれを変えたいっていう思いがあると思うから、なるほど。そう。だからね、根本的に分かり合えないっていう。はあはあはそあ。なるほう。ど。向いてる方向うんがもう全く違う方向を向いてるんで。僕はちょっとね、そうそう、悲観的ですね、それに関して。なんかあれだね、日本でいうさ、10代、20代前半の若者と、うん。おじいちゃんおばあちゃん世代の差み本たいな。当そんな感じです。はい。そんな感じです。なるほど。はい。どうなるんでしょう。1月5日ね、にならないと、どのシナリオ、3つシナリオあげたんですけど、どうなるかわからないんですけど、楽しみにしておきましょ来週のう。はい。火曜日ですね。はい。皆さん、注目しておいてください。はい。はい。っていうような形で今日は終わりたいと思います。はい。はい。リカさん、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。